はい、皆さんこんにちは、キムです。今回は超次元技についてね、詳しく説明していこうと思います。で、どの超次元技を選べばいいかっていう方ね、結構わからない方もいると思うので、ちょっとね、結論から先に言うと、化身かミキシトランスを選んでおけば問題ないかなと思います。で、ポジションやビルドによっては、覚醒パワーっていうのもね、非常に強いので、覚醒パワーっていうところも一部おすすめできるかなというふうに思います。で、ミキシトランスに関しては、できるキャラっていうのがね、限られているので、できない場合はね、覚醒パワーと化身どちらかの選択っていう感じになるかと思います。はい、ということで、なんでね、さっき言ったのがいいのかっていうのをね、ちょっと特徴を含めながら説明していければと思います。はい、じゃあまずね、化身からですね。で、化身に関してはこのような特徴があります。はい、1つ目がフォーカスで必ず勝利することができるっていうところで、基本的に相手がね、通常技とかを打ってくる場合は、フォーカスでね、必ず勝利することができるので、何もないところで化身を出すよりも、フォーカスでね、選んで確実に勝利できるように動くっていうのが一番いいかなと思います。はい。で、2つ目ですね。2つ目に関しては、自身の ATDF を 40% アップさせることができるっていうことで、そもそもの自身のバフっていうところもできるっていうような形ですね。はい。で、3つ目にね、化身専用の必殺技を使用することができるっていうことで、今ね、ちょっと天魔開いているので、天魔でね、ちょっと見ていこうと思うんですけど、はい。天魔のね、このペガサスアークであれば、このジャスティスウィングっていう技がね、使うことができるので、基本的にこの化身の技っていうのはね、強力な技、100とか85威力の技っていうのが多いので、必殺技の枠っていうのをね、1個増やすことができます。自分をこうバフしながら、必殺技っていうね、枠が1個増えるので、非常に強力っていうところですね。はい。で、化身の一番の強みっていうのが、ここだと思うんですけど、化身を出すとね、このパッシブっていうのが適用されるんですよ。で、パッシブは化身ごとに違うっていう形になるので、自分のね、チームに合ったパッシブであったりとか、自分のやりたいことに向いてるパッシブっていうのを、好きに選んで、パッシブとして運用することができるっていうような感じですね。はい。なので、自分のバフプラス必殺技も新しく打てて、パッシブっていうところも使えるっていうので、化身はね、結構汎用性が高くてね、結構使いやすい超次元技かなというふうに思います。はい。で、化身はね、どこでゲットすることができるのかっていうと、はい、ここのマーケットですね。マーケットのスピリット交換所のところで、こんな感じでね、化身がスピリットと交換で買うことができるっていうような感じです。はい、で、ここでね、買うときに、この X ボタンか、三角ボタンですね、押してもらえれば、はい、こんな感じでね、パッシブっていうところも見ることができるので、ここで自分のチームに合ったパッシブとか、自分の覚えさせたいパッシブっていうのを選んで、化身を使っていくっていうのが一番いいかなと思います。はい、で、汎用性で言ったら、ここのブリオンヒールデとか、は、化身技がね、100の威力の化身技、ディフェンス技を使えて、パッシブに関しても城壁がプラス 10% っていう感じなんで、結構汎用性高くね、使ったりすることができます。はい。で、あとこの武蔵とかですね、とかも無難に強いかなと思います。この武神連山プラスシュート AT が 10% っていう感じなので、この辺もね、無難に使える化身かなというふうに思います。はい。他にもね、似たようなもの、今ちょっと一例だけだったんですけど、いっぱいあるので、自分でね、見てみて、自分に合う化身を覚えさせてみてください。正直ね、好きな化身あると思うので、好きな化身使うのが正直一番いいかなとは思うんですけど、あくまでね、強くなりたいっていう方にはいろんなね、パッシブ見て選んでもらうのが一番いいかなと思います。はい、じゃあ次に化身アームドですね。化身アームドについてやっていこうと思います。はい、で、化身アームドの特徴はこんな感じになります。はい。で、まずね、1つ目に、先ほどと一緒ですね、化身と同じフォーカスで選ぶと勝利することができるっていうところと、2つ目がね、ATDF を 20% 増強することができるっていう感じなので、正直ね、化身よりも半分ぐらい減っちゃう感じになると思うので、そこがね、かなりネックかなとは思います。はい。で、あとは通常必殺技の威力がアップするっていうところで、自分が覚えさせている必殺技の威力がアップするっていうことができるので、2つか3つか4つか技っていうのは覚えさせていると思うので、その技のね、威力を上げることができるっていうことになってます。はい。で、ちょっと見てもらったら皆さんもわかると思うんですけど、基本的にこのアームドよりもね、化身の方が汎用性高くて、自分へのバフっていうところも化身の方が強いので、基本的にこのアームドを選択する。強さで言ったら、この化身アームドっていうところを選択するのはあんまりないのかなっていう感じでは思います。はい。かっこいいので、結構ね、使いたくはなっちゃうんですけど、対戦でね、ちゃんと使うってなると、化身アームドはちょっと難しいのかなっていうのはありますね。はい。で、化身アームドに関しては、先ほどの天魔の例にすると、はい、このペガサスアークのところで、四角ボタン、または Y ボタンを押すと、こんな感じでね、アームドオーブっていうのをこうつけたり、外したりできるので、ここで自分で選ぶっていうような感じになってます。でもこの化身アームドに関しては、この化身を覚えさせたキャラ全員にできるっていうわけではなくて、特定のキャラしかね、現状できないかなと思いますので、
はい、結構ね、その使い勝手っていうところも少し難しいかなというふうに思ってます。はい、で次がミキシトランスに関してですね。ミキシトランスに関してはこちらですね。まず1つ目にフォーカスで選ぶと、勝利できるっていうところですね。ここは化身アームドと化身と同じっていう感じになってます。で、2つ目が自身の ATDF を 50% アップさせることができるっていう感じになるので、自身へのバフに関しては化身とか化身アームドよりも強いっていうような感じですね。はい、で3つ目がミキシトランス専用の必殺技っていうところが使えるようになるっていう感じですね。例えばこの天魔とかだったら王の剣っていうのを使うことができるようになるので、各キャラ、各ポジションごとによって、一番いいね、技っていうのが使えるようになるかなと思います。はい、なので、化身と比べてね、このパッシブっていうところは使えないんですけど、自分のね、ATDF っていうのを化身よりもね、強くアップさせることができるので、結構ね、使い勝手はいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で、専用必殺技もね、結構強い技が多いので、化身かミキシトランスっていうのを選んでおくと、無難にね、強いかなというふうに思います。で、ミキシトランスに関しては、後から追加っていう買ったりっていうのがね、現状できない状況だと思うので、もともとキャラについているものっていうのを使うような形になります。はい、じゃあ最後にね、覚醒パワーについてやっていこうと思うんですけど、覚醒パワーについてはね、5種類あるかなと思うので、各種類ごとにも説明していこうと思います。はい、で、共通ですね。共通の能力上昇に関しては、自身の ATDF を 30% アップさせるっていうところですね。あとは発動者の足がね、ものすごく速くなります。はい、なので、ラフプレイビルドとかに関しては、この覚醒パワー覚えさせてガンガン当たりに行くっていうのはね、すごい強い戦術かなと思うので、ラフプレイの方はね、結構覚醒パワー選ぶ方多くなるんじゃないかなと思います。はい、で次に種類ごとの効果っていうのが異なるので、そちらについてね、ご紹介していこうと思います。はい、じゃあこんな感じですね。はい、じゃあね、熱血オーバードライブに関してはシュート AT が上昇するっていうような感じになってます。で、エレメントアクセルに関しては属性が有利の時に倍率が上がるっていう感じで、これ大体2倍ぐらいだったと思います。はい、なので、シュートを打つ時にね、属性倍率が2倍かかるとか、フォーカスの時に属性倍率が2倍かかるっていうような感じですね。はい、で、タイムブーストに関しては技のリキャストっていうところが短縮されるので、技をね、使った後でもすぐ回復して打つことができるかなと思います。はい、で、次にね、鉄壁ガーディアンですね。これがディフェンスが上がる。で、キーパー根性っていうのがキーパーポイントが上がるっていう感じです。はい、なので基本的にフォワードとかに覚えさせるのであれば熱血オーバードライブを覚えさせて、ディフェンダー、キーパーっていうところは鉄壁ガーディアンとキーパー根性っていうところになると思います。で、キーパーに関しては基本的にこのキーパー根性っていうのを覚えさせるのが、化身とかを覚えさせても特にあれだと思うので、キーパー根性っていうのが一番いいのかなというふうに思ってます。はい、キーパーとかに関しては、ちょっとね、足りないとかになった時にキーパー根性を発動して、一発耐えるみたいなことができるので、すごいね、強い使い方ができるかなと思います。はい、で入手場所に関しては先ほどと同じですね。化身と同じところで、この熱血オーバードライブ、キーパー根性、鉄壁ガーディアン、エレメントアクセル、タイムブーストっていうのを覚えることができるので、ぜひね、先ほどの見てほしいと思った方は、ここで買うようにしてください。はい、化身もそうなんですけど、必要スピリット数結構多いですよね。なんで、結構集めるの大変かなと思うので、育てる前にね、ある程度このキャラを自分のパーティーに入れて、落ちるようにやっておいた方がいいかなと思います。はい、特にね、この鉄壁ガーディアンのテレスとかに関しては、落ちる場所がね、かなり限られているので、自分のパーティーに入れてないと基本落ちないかなと思います。このゴエンジ染岡とか、遠藤とか立ち向かいっていうのは、なんか周回やってたら落ちたりするんですけど、ちょっとね、その辺のバランスっていうのもあるので、自分でね、いろいろ考えながらやってもらったらいいかなと思います。はい、という感じになりますね。各超次元技の特徴についてね、ご説明してきたんですけど、冒頭で言った通り、化身ミキシトランスっていうところをベースに、覚醒パワーもね、ポジションとかによって結構指していくっていうのが一番いい使い方なのかなというふうに思います。はい、超次元技に関しては、各キャラ1個ずつぐらいはね、覚えさせておく必要があるかなと思うので、特に化身にはなるんですけど、化身によってはパッシブとかね、ちゃんと見て選ぶっていうのが非常に大事になってくるかなと思います。はい、超次元技ね、結構かっこいいのも多いので、いろんなのね、ちょっと覚えさせたいなっていう感じはあるんですけど、強いパーティーを作るってなったら、パーティーとのバランスもね、必要になってくると思うので、その辺も見ながらやってもらえるといいかなと思います。はい、ということで、この動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。